もっと知りたいベリーダンス。今回のテーマはこちらです。アラフィフ親父単身エジプト、エンタメの最前線へ。ベリーダンサーにもおなじみ、エジプトのシャービー歌手サード・エル・ソガイヤルのバンドに日本人男性が、エジプトカイロで持ち前の芸人魂と不屈の生命力で年間約1000ステージを経験した上田さんに、現地のミュージシャン事情を教えてもらいました。ラマダンが明けるとシーズン到来。ミュージシャンの働き方は大きく分けて2つ。1、座長に雇われてグループに所属。2、フリーランスで複数のバンドを掛け持ち。ベリーダンスで言えばディーナやソライヤといったダンサーが率いる専属バンドに所属する場合は1で、フェスティバルの生演奏コンペなどで演奏しているミュージシャンは2のケースが多いです。座長、つまりグループのオーナーはスター歌手やダンサーが務めます。ステージの構成はもちろん、仕事の選定、メンバーの雇用や教育、グループのあらゆることを取り締まっており、仕事が増えるか稼げるかは全て座長次第です。ミュージシャンにとっても完全実力勝負の世界なので、失敗したら明日の仕事はなくなるし、逆に所属するグループの仕事が少なければもっと稼げるグループへと移っていくのは当たり前。とはいえラマダンの1ヶ月間は基本仕事はありませんし、正直ミュージシャンの懐事情は決して豊かではありません。演奏仕事は深夜なので、昼間の空いている時間はトゥクトゥクやタクシーの運転手、音楽学校の先生、会社の経理など別の仕事をしている人も多かったです。総勢50人、スターがもてなす壮大な結婚パーティー。サード・エルソガイヤルのグループに所属していた時は、お金持ちの結婚式での演奏がメインでした。エジプト人は少なくとも 2,3 回、多い人だと5回は友達を招いたパーティーを行うので、平日でも結婚式があります。場所はホテルやカイロ郊外の軍施設内が多く、お客さんはパーティーの招待客のみとはいえ、サードはエジプト人なら 100% 知っている国民的スター。彼の写真を撮ろうと大勢の参列客が押し寄せてくるので、すぐ近くでサガットを演奏しながら大スターのセキュリティ&人員整理も行うのが自分の役割でした。結婚式のステージは1回70分。最初にインストのテーマ曲が演奏され、MC が盛り上げる中、サードが登場して約30曲を披露し、少年のタンヌーラパフォーマンスで終わるのが基本的な流れです。次に何の曲を演奏するかは、何百とあるレパートリーの中からその場でサードが決めていきます。メンバーは彼が歌う回る歌の即興パートの歌詞を聞いて、次はきっとあの曲だと情報交換しながら演奏を行う、スリル満点のイントロクイズといった感じでした。演目だけでなく、今日どこで何本のステージがあるかも事前に知らされることはありません。サードのグループは50、60人の大所帯なので、ワゴン車にぎゅうぎゅう詰めになって現場から現場へと移動します。まるで毎日が修学旅行のよう。日本から来た妙なおっさんが珍しかったのか、僕のジョークがエジプト人のツボにはまったのか、移動中はメンバーからずっといじられているので、気が休まる暇がありませんでした。おかげでアラビア語は格段に上達しましたが、体力&精神的にはちょっぴりきつかったですね。チップのお札が舞い散るナイトクラブ。次に所属したハマーダ・イ・レイシー、マフムード・イ・レイシーの弟のグループはもう少し小規模で、定期的なナイトクラブの仕事が多く、1日の予定が大体決まっていました。深夜2時に集合、ナイル川に浮かぶ3軒のナイトクラブを回る、空き時間に飛び込み仕事、翌朝6、7時頃に仕事終了。ナイトクラブでは1ステージ60分×1日10近いバンドが入れ替わり立ち替わり登場して演奏します。演奏内容は客に合わせて変幻自在。ハマーダはシャービー歌手ですが、ウムクルスームからナイトクラブで大人気のカリービー、湾岸諸国のポップス、
ハリージのエジプト方言まで歌いこなすモトリブ・ハディーダ、鋼鉄の歌手。ワルダ・ガザイレイヤの〇〇をといったように歌手名×曲名でリクエストされることも多かったです。盛り上がった客は5ポンド札2000枚の札束を両替し、フロアにいる歌手やダンサーに向かってばらまきます。これがカイロのナイトクラブ名物キートお札シャワー。フロアに山と積まれたお札は通称お札ボーイズ5、6人がブルドーザーのようにかき集めて大きな布製のゴミ袋に入れて回収され、次のチップの札束へと再利用される仕組みができています。今カイロではギザ市側の高風明媚なコルニーシュ通り沿いのアグーザ区、インバーバ区、ギザの大動脈ガーマッテッドドール通り沿いのモハンデシーン区あたりのナイトクラブがにぎわっています。逆にかつてフヤ城と呼ばれたピラミッド通りのナイトクラブの多くはモールなどに建て替わってしまいました。7年ぶりに都民に戻りました。昨年本格帰国した後は日本とエジプトを行き来しながらタブラクワイエサの定期ライブや太鼓やサガットのレッスン、小学生への特別授業、自分が経験した新鮮な情報やテクニックをさまざまな形でシェアする活動をしています。このまま日本で穏やかに暮らすかもしれないし、毎晩のステージ仕事やストリートの喧騒が恋しくなったらまたエジプトに戻るかもしれないし、この先の予定は決めていません。一緒に住むのはエジプト人、日本人。移動方法を安く上げる交通情報、ナイトマナール、市のエレベーター、カイロで必ず笑いを取る方法、エトセトラ。トークメニューは無限にあるので、ご興味ある方はお仕事をお待ちしております。いかがでしたか？日本ベリーダンス連盟では現在活躍されている方のコラムをもっと知りたいベリーダンスとして随時公開しております。ベリーダンスに興味のある方、これから始めてみたいという方、皆様でもっと盛り上げていけたら幸いです。他の記事もありますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また公式サイトでも公開しておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。